さて皆さんこんにちは。本日は大阪の中央環状線2号線ですねからお送りいたします。今日もね始まりましたこの温泉シリーズ。もうね最近は夜勤明けといえばもう温泉、もうこれしか言ってないような気がするんですけどもね。今回もね温泉チャポンと浸かりに行こうと思って今中間を門真方面に向かって走っているんですけども、この日は結構空いてまして、もうすんなりねだいたい1時間ぐらいで着きまして、今回ご紹介いたしますが、この愉快の湯ですね。いかにも気持ちよさそうな名前しますね。さぞかし愉快な気分になるのか、それは入ってみてからちょっとお楽しみということで、早速中の方に入っていこうと思うんですけどもね。とりあえず今回はここから撮ってみました。撮ったからといってね、意味があるわけじゃないんですけども、何やこう入り口に門みたいな、昔の江戸時代に出てきそうな、そんなありまして、営業時間が25時まで。これはね、深夜に来ても行けるといったそんな優しい設計じゃないですけど時間ってますね。でお食事も OK だ。お食事のみドリンクバー付き無料。これは待てよと、これええんちゃうかと。ジュース飲み放題ちゃうと思って、もうこの時点で結構ね足ウキウキもねちょっと痛風の発作が出てたんですけども、そんなこと忘れて、もうとりあえずジュース飲みたいと初ということでもう中に入ろうと思うんですけども、何やら料金表がありまして、土日で値段変わるんかと。しかも大方100円ぐらい、繁忙期料金っていうことですよね。でここにもねフリー Wi-Fi、 そして漫画ゲームもできるんと。これはなかなか休憩スペース充実してるんちゃうということで、ね、とりあえず一発目からお風呂に行きたいと思ったんですけどね、何せね朝からご飯何も食べてなかったんで、このまま行くとねちょっとお腹空いたままよろしくないと。で時間的にも上がってきて食べると晩ご飯食べられへんかったら、ね、ちょっと怒られるということで、とりあえずご飯を先に食べてから温泉に行こうと思います。とりあえずここでお会計をしまして、大人790円、本日は平日でしたので790円のボタンをポチッと押して買うんですけど、物販やらね、ボディケア、そして赤すり、エステもねあそこで全部買えるんですね。なんでチケットを渡して中の方にささくさと入っていきます。先にお食事をすることも可能となっております。お好きな席にどうぞというスタイルでして、どこにしようか迷ったんですけど、とりあえず端っこにとりあえずどこやってもええかなと。端っこの端っこもいいし、端っこの真ん中にとりあえず荷物を置きまして、こちらも出てきました。食券ですね。ラーメン屋さんにあるような食券。でこちらはビールとか焼酎とか、で、ドリンク類ですね。そして、お酒のつまみ系があるんですよ。あれと、なんかちゃうなと。と思って見ますと、横の方にももう一個ありました。こちらがご飯ゾーンですね。で、ここでもね、僕が今回食べようというやつがなかったんですよ。で、ここでね、5分ぐらいずっと突っ立ってて、多分周りからはあいつ何してるんやろということで思われたと思うんですけども、あれないぞということでもう店員さんに聞こう思ったんですよ。そういうねちょっと恥ずかしいことをする直前に見つけました。はい、今回ですね僕が選んだのはね、はいそうですよ、某フェリーで有名ななんとか飯です。それを言う前にねちょっとね出てくるまで時間かかりますんで、お土産コーナーならぬお菓子コーナーをちょっとねちょろちょろっと見まして、どんなお菓子があるんかなと。お風呂上がりいつものやつがあるではないかと。今ちょっと飲んでみたかったんですけど、逃げへんやろうしと、とりあえず置いとくかということでお席の方に戻って、そろそろできるんちゃうかと子供のようにねお席の方でそわそわしながら待っておりました。で、日替わり定食。日替わり定食も後からちょっと熱いな思ったんですけど、やっぱりね、今回食べるね、あれにやっぱ、叶えへんということで、食券を渡しまして。で、お茶をね、汲みに来たんですけど、なんやらね、もうすでにドリンクバー的なものがありまして、この辺り全部無料なんですよ。でね、メロン、グレープ、ホワイトサワー、コーラ、オレンジあるじゃないですか。これ全部ね、無料です。炭酸水とこの原液のシロップっていうんですか、これ混ぜるとコーラとかオレンジジュースなんですよ。ほーっていうことはめっちゃ濃いコーラとかめっちゃ濃いオレンジジュース作れるわけですね。これはね結構熱いと思ったんですけど、それはちょっと置いときましてね、昔学生の頃ねこういうドリンクサーバー最
なんとかさんとかね、行くと、ちょっと薄かったりしたじゃないですか。ね、ちょっと、名前言いそうになりましたけど、そういうことがないようにね、濃いめのドリンク、そういうこともなっておかしいですね。そんなこと置いときましてね、出てきました。今回、オーダーしましたのは、愛媛県産マダイの宇和島鯛めしということで、こちら1080円となっております。ね、もうこれね、一言で言うならね、めちゃくちゃ美味しいの、一言に限るんですよね。もう夜明けっていうか、夜明けっておかしいですね。夜勤明けで、朝からほとんど何も食べてない。先ほど言いましたよね。で、もうそれも相まって、タイの切り身を一口口に入れると、もうね、タイの上品なものが口に広がって、思わずタイだけを全部食べてしまいそうになるんですけども、それをグッとこらえまして、あまり長くなってしまってもあれなんで、今まではこれね、僕、ご飯大盛り無料って言われたんで、大盛りしたんですよ。けど、しなかったらよかったなって思ったんですよね。なんでかというと、ご飯の量と切り身の量のそのバランスっていうのがね、大盛りにしてしまうと、崩れちゃうんですよね。なんで最終的にはタイの身が美味しすぎてご飯だけを食べないといけない、もしくはそのタイと一緒に食べてタイの甘みを感じることができずに終わってしまうというね、事件が発生してしまったんですよ。なので僕はこれ生身じゃない普通の味っていうんですか、普通盛りでいった方がいいと思います。はい、強くおすすめします。ね、こうやってね、一生懸命ね、タイの切れ身のその新鮮さをね、映してるんですけど、いかんせんね、カメラでやっぱり、うまいこといかないんですよね。もうね、ちょっと辛抱たまらないということで、食べようとするんですけど、あれこれは、黄身を潰して食べるんか、それとも、これどうやって食べるんやろと。何気にこの、宇和島鯛めし食べるの初めてだったんで、あれどれが一番楽しめるんかと思ってこのねレンゲですくうんですけど、いやちょっとおかしいぞと、なんかおかしいなということで、卵さんは鯛飯あれっていうことで言ってるんですけど、ええかということでとりあえず食べまして、で食べるかと思いきやなんか混ぜてますね。結局は食べなかったんですね。僕の勘違いでしたね。で結局ね、黄身混ぜて食べようとするんですけども、なんかね、なかなか救うことができなくて、もうこれはカメラ持ちながら食べたら、あいつ何してんねんってまたね、そんな冷ややかな視線をね、頂戴することになりますので、一旦カメラを置きまして、で、食べました。もうこの時はね、またご飯の多さを知ってなかったんで、いい感じのバランスで食べれたんですけども、この後ですよね。こんな感じでもはや鯛飯かどうかわからない状態になってるんですよね。チャーハンかなんかと勘違いしてしまうような、そんなこと言ってまして、もうカメラをほっぽり投げまして、ものの5分ぐらいでもう、はい、ごっちゃんでしたということですね。こっから全然食べれたんですけどね、ソフトクリームもいったろうと思ったんですけど、そろそろお風呂入るな、遅なということで、とりあえずはお得意の方にね、突入していきたいと思います。で、出てきまして、アイスモナカを食べようかめっちゃ迷ったんですよ。けど、初子貫徹って言いたいんですけどもね、初子貫徹でも横のなんかコーヒーバージョンが結構ね、気になってまして、でね、ここはやっぱね、僕のね、癒し空間ですよね。漫画読み放題、いつまで経ってもいい。この漫画スペースが併設されてるスーパー銭湯、最高でございます。はい、で、家に途中までしか揃っていない湾岸ミッドナイトの35巻ぐらい、35巻でしたっけ、なんかちょっと映ってますね。35巻あたりから読み始めて、とりあえずコーヒーを飲んで一息つこうと思うんですけどもね、このコーヒーがね、美味しいこと美味しいんですけどもね、美味しいということは確実に一口二口で飲んでしまう。でもこれはさすがにもったいないということで、湾岸ミッドナイトを読みながら飲んでたんですけど、やっぱ足らんということで、結局はもう、はい、2分3分ぐらいでなくなっちゃいました。ここはね、熱いことに、ここにもまた無料のドリンクもありますので、いくら水飲んでも OK という、あとさっきのジュース系ですよね。これまた嬉しいですね。ということで 5から7時間ぐらい過ぎまして、もうね、そろそろ帰らんと時間がやばいってことで、確か入店したんがね、12時半ぐらいだったんですよ。
なのでなんやかんや言って7時半、まあ17時ぐらいに帰ろうと思ったんですけども、渋滞がねあると思ったんで、あえてずらしたっていうのを黒島家で言い訳にしておきます。ということでですね、外も真っ暗になってしまったんですけども、まあ温泉もねめちゃくちゃ良かったですよ。最後の最後に温泉の話をするなって言われたらそれまでなんですけども、岩風呂がありまして、そこでテレビがあったんで、もうずーっと見てました。もちろん温泉もね結局温泉の話をしてないっていう、こういったオチになってしまったのはね、今喋ってて気づいたので、はい、許してくださいということで、本日の動画をここで締めくくりたいと思います。では本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。